皆さんこんにちは。今回はカーオーディオの音を良くする方法をご紹介したいと思います。カーオーディオにお金をかけてもいい音にならないのはなぜでしょう。それは音に関係しないものにお金を使ったせいかもしれません。まずはそんなものを順番に見ていきます。最初にご紹介するのはコアキシャルタイプのスピーカーです。ウーファーのフィルターが省略されていて音の良くないものが多いです。これに変えると大抵は高音が伸びて低音が出なくなります。50W を超える外部アンプです。車の 12V バッテリーは 4Ω で 50W が限界です。50W を超えるアンプはノイズの多いスイッチング電源が使われています。サブウーファーです。音楽再生に必要な低音は4つのスピーカーだけで十分出ます。サブウーファーから出る低音はロードノイズに埋もれてほとんど聞こえません。スピーカーケーブルです。音に関係するのは抵抗だけです。車の短い配線をこれに変えても音には影響しません。純正ハーネスをそのまま使ってください。音をよくできるシステム構成の例をご紹介します。図のようなツイーターとウーファーを別々に用意したセパレートの構成にします。まずは車についてくるスピーカーに外付けのツイーターを追加してください。デッキアンプはイコライジング機能がついた製品を選んでください。ここはナビの内蔵機能がそのまま利用できれば十分です。高音が出ない純正スピーカーはウーファーとして有用です。もし純正スピーカーの低音が出ない場合は高音紙に木工用ボンドを塗ってみてください。高音の軽いフルレンジスピーカーをウーファーに改造できます。ツイーターはソフトドームがおすすめです。癖のない自然な音が期待できます。ネットワークを使ってツイーターをできるだけ低い周波数でクロスさせます。デジタルプロセッサーがあるとこの調整が楽になりますので予算があれば導入をご検討ください。デッドニングについてです。ボリュームを大きくした時に微微量が出る場所に制振剤を貼ります。大きな音を出さないのなら何もしなくても OK です。サービスホールの穴は塞ぐ必要はありません。通常そのままで OK です。最後に調整をします。前後のバランスとイコライザーを調整します。音場調整機能は使いません。いろんな音楽を聴きながら低音高音のバランスをとっていきます。なだらかなカーブにするのがコツです。以上の方法で実際に音を良くした実例をご紹介します。
ポイントをおさらいします。図のようなセパレートの構成にします。サブウーハーは使いません。配線は純正ハーネスをそのまま使います。ウーハーは車についてくるスピーカーをそのまま使います。ソフトドームツイーターを追加します。ナビでイコライジング調整します。カーオーディオはスピーカーをたくさん使う関係でクロスオーバーやレベルの調整に難しいところがあります。これがうまくできないと結果的にいい音が出ません。測定器を使わない長管だけを頼りにした調整には限界があります。できるだけシンプルに構成して調整を楽にする。純正でついてくるスピーカーやハーネスをできるだけ活用する。これがカーオーディオを成功させるポイントだと思います。そもそもカーオーディオの役目は何でしょう。走行時に流れる音楽は BGM として聴く場合がほとんどでしょう。それはドライブのムードを盛り上げたり気分を高めてくれます。つまり主役はあくまで車のドライビングであってカーオーディオはその補助に過ぎません。ここを取り違えるとおかしな方向へ行ってしまいます。例えばカーオーディオに本格的なオーディオの音質を求めてしまうことがあります。走行中のロードノイズやエンジンの音がするところへ本格オーディオの音を求めても意味のないことです。カーオーディオの音のゴールはドライビングの BGM として満足できる音です。それはこの動画の中でご紹介した内容を実践すれば確実に達成できると思います。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。